チェンバーボーン。アップデート7。マルタ富豪から転落しマルタ貧乏に陥るも地道に開発を続けている我らがビーバー。マルタを大量に投資した無限動力の完成はあとわずか。これを完成させさらなる繁栄目指して頑張るぞー。さあ新たに植林したオークが育ったぞ。みんなで一気に運び込めー。こっちみんな。しっかり働かない子は奴隷棒を送りにするぞー。こっちみんなって。ビーバーが増えて緊急時にタンクの水が足りなくなると困るので、立てまし今の貯水量だと湖が枯れると5日程度しか持たないぜ。無職の雇用対策に倉庫と建設作業員の小屋を増築。悲しいかな原料不足でビーバーの仕事は運搬建設奴隷棒がメインだ。などとちょい増築をしてたら水車のかけ流し部分が完成。それでは水車未完成だけど、汚水の放水を開始だー。汚水事故が起きるかもしれん。安全に注視するぞ。結構な勢いで水位上がってるけどどうなるかな？汚水放水開始。堤防の横線を見る感じ、これ以上水位が上がって溢れることはなさそう。タワー建設成功だ。工事途中で回ってるのは一番上の段だけで、出力は4機で1000程度かな？頑張ればもっと高い出力出せそうだが、回るみたいだし適当に数増やすだけで大丈夫そうだな。そして実験途中に足場が一マスずれてて工事ができてないことに気づいて修正したのず。おい。これで3段全部水車回るはず。頑張ってくれー重力バッテリーさん。もう少しで動力をいっぱい送るからー。動力不足もあとちょっとの我慢だぜ。皆さん、お暇ですかー。こらハイテンションでビーバーをつっつくな。これは新しいお仕事を用意してあげねば。今度は何を始めるんだ？この水源からぐいっと伸ばした水路のシンクレーター貯水槽だけど、はっきり言って水がたまらん。水が下に溜まっちゃうから、使うなら大規模な固定の埋め立てが必要なやつな。なのでもういっそこっちの固定の平坦化が終わってる、初代クレーター湖まで水路繋ごうかと。てなわけで水路延長工事を開始だー。マルタ不足は解消に向かってるがまだ在庫少ないし、これなら火薬と土砂で工事できてちょうどいいな。マルタ事業は無事軌道に乗りつつある。マルタ置き場を拡張してマルタセレブに返り咲きますわ。マルタお嬢様の仰せのままに。地形も鳴らしてさらにマシマシ。来るべき大規模建設に向けてマルタを備蓄するのだ。はっはー。延長水路設計の邪魔だった山頂部分を撤去。そしてこんな感じになりそうろー。これぐらいなら意外とサクッと終わるかな？全部は完成してなかったけど、汚水タワーの水車がいつの間にか稼働開始。どうやら1段で1000馬力程度で、合計3000ぐらい出るようだ。奴隷棒10台分のパワー。必要なかった部分を撤去してこのまま本稼働だ。あいよ。よどみなく回り続ける水車。ビーバーたちは無限の動力を手に入れた。最後のピースのシャフトを接続。これで重力バッテリーさんの元気な姿が見れそうだぜ。奴隷棒ビーバーが就寝中もエネルギーを蓄えております。24時間稼働のボットの工場もこれで効率よく動くぜ。過剰な動力を見極めエンジンを停止。マルタを節約だぜ。無事エンジン止めても昼間は重力バッテリーさんの動力が備蓄されることを確認。でも夜間は動力不足で下がる。てなわけでまだ動力が足らん。奴隷棒卒業はお預けだ。今の水車の量じゃ数匹減らすくらいが限界だな。あやべ、動力に夢中になってたらビーバー土に埋まりかけてる。急いで救出だ。壁を見つめて救助をお待ちください。シュールだ。一晩の塾で翌日救助されました。埋め立て工事はこれがあるからほんと怖いぜ。土砂不足で工事が滞っていたので土砂採掘機を追加で稼働。動力不足になるのでワンオペビーバーの奴隷棒にやっと仲間が追加された。暇そうな建設ビーバーよ。無限動力とビーバー光力区をつなぐ固定シャフトを建設するのだ。これが繋がれば、ビーバー光力区の奴隷棒のパワーもボット光力区の動力と一元化されて、管理が楽になるぜ。マルタをビート板のように抱える愛らしいビーバー。ボットの足に気をつけろ、回転するぞ。さあ頑張れビーバー、息継ぎしたら罰金だよ。恐ろしい罰則を課すんじゃねえ。まあ泳ぎ達者だから大丈夫かな？お仕事、お疲れしたー。シャフトの工事は簡単なのでサクッと終わった。シャフトの接続が終わり、2500の動力の余剰があることを確認。奴隷棒8台分くらいかな？夜間に使う備蓄も考慮がいるけどそんな感じかな？やっと必要動力量が把握できた。今日で貴様らは奴隷棒から解放だー。ものすごいダッシュで遊びに行ったな。フラストレーションマックスだったのかもしれん。すまんまだ動力足りないからもうしばらく回し車継続おなしゃーす。
通勤が楽なこっちに転勤くらいならしてやれそうだな。動力つながったしありだね。シャフトつなぐの面倒で放置してたんだけど、食品工場と土砂採掘機の動力もつなぎましょ。おい。ここつなげないわけじゃないんだけど、一つずつ建設しないとビーバーはまるんよ。無計画で開発するからそうなんだよ。今ちょうど定時で重力バッテリーさんはこんな感じ。満充点とはいかないがこれなら夜間も持つ。これで動力関係は当分安泰だぜ。あとは資材が増えたら水車増やすかどうかだね。回し車廃止して工場に転勤させても、原料が用意できないし暇になっちゃうんだよね。なかなかバランスが難しいな。いのー、ちの水。若干存在を忘れていた、干ばつ15日が終了。タンクは増築したのにタンクの水が増えてない。急いでポンプを増築だー。ビーバーの増加に対応しきれてなかった。さてお次はさらなる娯楽を提供するため、ビーバー紅葉区の上に娯楽地区を建設するぞー。で足場はこんな感じで建設開始だ。既存の管路を拡張して垂直に登り、さらに突出部で上に上がり下に投げ込む工法。干ばつ前に、水路延長じゃー。ビーバー増えて今の貯水量だと若干不安だったが、これで少しは安心できそうだ。先端部を掘り忘れた。一番大事な部分を見落とす、今回も安定のビーバー脳だな。爆破で吹き飛ばして無事放水。これで無駄に蒸発してた水が有効活用できそうだ。干ばつ1日前なのに、まだタンクが半分ほど組めてないので追加でポンプ、立てまし。湖の貯水だけでいけそうだがないと不安だ。水路さん、いい仕事してますね。固定の管路ステーションが見えなくなるくらい貯水できております。これは頼もしい。かつてないクレーター貯水槽の貯水が溜まった状態で、干ばつ17日が到来。20日超えが連続してた日々は一体どこへ、ゆるい干ばつが続いております。まあ楽な分にはありがたい。今のうちに娯楽区画を完成させるぞー。おう、足場部分がだいぶ完成してきたぜ。そして深夜、畑にビーバーが生えてきました。いやんなわけあるかい。いつの間にかビーバー250匹超えてた上に、家作るのも忘れておりました。ホームレス39匹。職場前をホームレスに占領され困惑するボット。もう朝日が昇ってきたぞ。そろそろ起きなさい。ボットに目覚まし機能をつけよう。いやホームレスのために家建てろ。お前ら、暇そうやなー。全員お座りしてスタンバイ OK。土台が完成したようだな。ここは娯楽施設を建てるつもりだったけど、ホームレスたちの家を作る方向に変更しましょ。かっこいい感じの家が思いつかぬ。何やら景観がまとまらず難儀してる模様。いやー建物って横幅のマス目が奇数なのが多いんだけど、この足場の部分が偶数で綺麗に収まらなくってね。偶数で中央配置すると収まりが悪いな。てかそれは足場作るときに気づけよ。意図かなし。いっそ家建てずに当初の予定通り娯楽施設だけにしよっかな。一応建物は綺麗に収まってるな。でも設置した新施設のやる気デルトリウム、これ正面から見ると後ろしか見えぬ。そっちを正面と考えるなら、上下逆に設計しちまってるな。畜生、もう一回白紙にして逆方向にして作り直しだー。どんまい。しかしこの失敗が新たなひらめきを生み出す。双方向なんて関係ない。横向きで作ろうと。横向きなら足場が奇数になる。これなら設計しやすいぞ。てなわけで再設計開始。前のデザインを踏襲してやる気デルトリウムと泥風呂を設置。地面にしか設置できない施設と一段低い泥風呂で高さを合わせた。そしてホームレスのために家もご用意。駅前の高立地、でもこれじゃ全然足らんな。ご安心ください。突出部を使い面積を拡張。これでもっと増築可能に。やる気デルトリウムが若干日陰になった。でなんやかんやでこうなった。レイムさんは何やら巨大建築の設計を始めたようです。ここはセレブな私が住まう豪邸、セバスチャン、屋上テラスを設置しなさい。どっから出てきたセバスチャン。もっと豪華に、もっと豪華に。またでかくなってるけどこれ色々と大丈夫か？そして屋上部分にはエクストリーム体験ができる、風洞を設置だー。ご利用の際は甘露でのご来店を推奨します。こんな感じになりそうろー。これ丸太とか資材大丈夫か？落ちぶれても元丸太セレブ、これぐらいなんとかなら。どうなることやら。このままじゃ建設できないので建設足場を用意。甘露突出部空中分投げ工法。さらに効率アップするため、老舗の建設作業員の家を撤去。跡地には甘露ステーションが建設された。老舗の親方は鳥間豪邸建設のため隣に移転。
プレハブとかで建てられてそう。作業を円滑に行うため駅と足場を優先して建設してください。うちの棟梁はこういうところが細かいです。さあ皆の衆、私の豪邸建設に取り掛かれー。いえこれホームレスたちのお家です。完璧で効率良い作業手順も指示した、一気に作り上げるのだと意気込んでいたのですが設計ミスで最初の駅すら建てれなかった件。ダメじゃねえか。しかしこの失敗から床下管路工法が開発されました。転んでもただでは起きない、これがうちのレイムさんだ。駅が完成して建設速度がぐぐっとアップ。管路がキラキラ光ってる、老舗の親方たちの貸せた甲斐があったぜ。上の突出部につながる管路も着実に工事が進んでおります。これが完成すれば高速で上から投げて工事できるぜ。私の丸太が、はい丸太在庫なくなりました。6日程度で全部消えちゃった。やっててよかった、丸太積み立て預金。積み立て解除で丸太ゲット。ってそれ使われず終わった初期納水対策堤防だ。てへ。うわすごい勢いで回収されてる。ああ再建業者のやつらめ。そして今度は食料が減少しているのに気づき、慌てて新ボット工業区予定地を農地にしました。食料普通にピンチになりかけとる。豪邸建ててる場合じゃねえぞ。いやーほんと食料庫からになる前に気づけてよかったよ。ここは通勤大変そうだしボットにやらせよう。怪我しない職場だからビーバーにやらせてやりたいぜ。結局少し悩んで半分ビーバーに戻した。甘露で通勤するハイテク農家さんが誕生した。今度は鉄の在庫がなくなりました。倉庫をもっと用意しておきゃよかったな。とりあえず爆薬工場を潰して製錬所に置き換えて増産しましょ。などと色々忙しかったから、皮が枯れたの見逃しても許してもらえるよね。しれっと大惨事になりかけてんじゃねえか。てへ。いのー、ちの水。一部作物が枯れちまったが、無事干ばつ17日を乗り切った。では干ばつも終わったところで最後に街の様子を見て締めましょ。汚水タワーは干ばつ明けもしっかり回ってるな。ビーバーは無限動力を手に入れたどー。うるせえ叫ぶな。その動力をビーバー工業区とつなぐ固定のシャフト。簡単な工事だったけど海底ケーブルみたいなロマンを感じる一品。長くなった水路。ただいま干ばつ明けで水は流れておりません。うっかりで爆破し忘れた先端部。工事に使った橋はバンジージャンプ台としてそのまま残し、隣に銅像も設置された。丸太セレブ倉庫でございますわ。しかし中身はスッカスカ。糸かなし。そしてほぼ完成しました、セレブ豪邸。別名ホームレス対策の家。まだ一部装飾が完成してないけど正面はこんな感じ。ある程度移動が簡単にできるように、駅が各所に設置されております。裏面はこんな感じになっております。住居がかなりありそう。これはビーバーがたくさん住めるぜ。娯楽施設のテスト稼働だ。今日は半休だよー。大盤振る舞い。などと言っておきながらやる気出るトリウム設計ミスでシャフト繋がっておらず。ダメじゃねえか。無理くり建てた景色の悪い泥風呂で勘弁してつかーさい。窮屈そうだけど風呂自体は気持ちよさそうだ。最高の景色はこちらの風洞でお楽しみください。もうこれ最終回でいいんじゃなかろうか。いやまだだいぶ続くよ、多分かよ。じゃこんな感じで屋上テラスでまったりしつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。接続ミスったやる気出るトリウムは次回動くのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。